序章、静かなる支配者たち、あなたはこんな風に思ったことはありませんか？休みの日に土をいじっているなんて地味な時間の使い方だ。あるいは周囲の人から植物なんて育てて何が楽しいのを、もっと生産的なことをすればいいのにと冷ややかな視線を向けられた経験があるかもしれません。もしあなたがそう言われて少しでも自分は変わり者なのかなと不安になったことがあるなら、今日その認識を完全に覆させていただきます。実は最新の心理学や脳科学の視点から見ると、植物を育てるのが好きな人というのは単なるのんびり屋でも癒しを求めているだけの人でもありません。彼らは現代社会において極めて希少で、かつ高度な脳の処理能力を持つ、ある種の天才的な資質を秘めた人たちなのです。歴史を振り返っても、偉大な哲学者や世界を動かす経営者の多くがなぜか晩年、あるいは多忙な日々の合間を縫って庭作りに没頭してきました。これは偶然ではありません。彼らは知っていたのです。植物という言葉を話さないけれど嘘をつかないシステムと対峙することが人間の脳をどれほど高度にアップデートするかを、今日は植物を育てるのが好きな人の深層心理とそこに隠された驚くべき能力について、学術的な論文や思想を紐解きながら徹底的に分析していきます。これを聞き終わる頃、あなたは自分の趣味に、そして自分自身という人間にこれまでにない誇りと自信を感じているはずです。それでは植物好きの隠された正体、その扉を開けていきましょう。第1章、高度な認知機能と観察の解像度。まず1つ目の特徴からお話ししましょう。これは植物好きが持つ最も顕著な才能でありながら最も誤解されている能力です。それは超高解像度のパターン認識能力です。一般的に植物を育てるのは水やりをして眺めるだけの単純作業だと思われがちです。しかし実際に植物と真剣に向き合っているあなたならわかるはずです。植物を育てるという行為がどれほど複雑な情報処理の連続であるかを、例えば想像してみてください。あなたの目の前に少し元気のない観葉植物があるとします。植物に興味がない人はこう言います。あ、枯れそうだな、水をあげればと。しかし植物を愛するあなたの脳内では瞬時にして全く別の思考回路が動き出しています。葉の色が黄色くなっているが葉脈は緑のままだ。ということは窒素不足ではなくマグネシウム欠乏か。いや待てよ、土の表面は乾いているが鉢を持ち上げた時の重さはまだ十分にある。根腐れのリスクがあるから水はまだ早い。昨日の夜急に気温が下がった。冷気によるダメージの可能性もあるから置き場所を窓際から50センチ離そう。これだけの仮説検証をあなたは無意識のうちにほんの数秒で行っているのです。これは AI 開発やデータサイエンスの分野で重視される多変量解析に近い思考プロセスです。複数の要因、光、水、風、温度、栄養、害虫が絡み合う複雑系の中でたった一つの正解を導き出す。しかも相手は痛いとも熱いとも言いません。環境心理学者のスティーブン・カプランが提唱した注意回復理論によれば、自然と触れ合うことは人間の枯渇した集中力を回復させる効果があるとされています。しかし植物を育てる人は回復するだけでなく、そこからさらに一歩進んで微細な変化をキャッチするセンサーを極限まで磨き上げているのです。この能力は日常生活や仕事においても驚くべき形で発揮されます。あなたは職場の同僚のおはようという一言のトーンが昨日より半音だけ低いことに気づいたことはありませんか？あるいは友人の笑顔がほんの一瞬だけこわばったのを見逃さなかったことは。植物という究極のサイレントパートナーと日々対話しているあなたは、言葉以外のノンバーバルコミュニケーション、つまり非言語情報の読み取り能力が一般的な人よりもはるかに発達しています。何も言わなくてもわかる。これは超能力ではなく、あなたが日々葉っぱの角度や茎の張り具合から声なき声を聞こうと努力し続けてきた、その積み重ねが生んだ観察の解像度の高さゆえなのです。地味に見える毎日の水やりは実は世界最高峰の観察眼を養うトレーニングそのものだったのです。第2章、時間軸の拡張と待つという攻撃的な選択。2つ目の特徴はあなたの時間感覚に関することです。現代社会はスピードが全てです。メッセージを送れば既読がつき、検索すれば 0.1 秒で答えが出る。動画も倍速で見るのが当たり前。私たちは待たされることを損害だと感じる世界に生きています。しかし
植物を愛するあなたは全く異なる時間軸を生きています。例えばあなたが蘭の苗を買ってきたとしましょう。その苗が花を咲かせるのは明日でしょうか、来週でしょうか。いいえ、もしかしたら3年後かもしれません。あるいは一度花が落ちた後、次の花芽が出るまでに長い沈黙の期間があるかもしれません。あなたはその何も起きていないように見える時間に耐えることができます。いや、耐えるという言葉は適切ではありませんね。あなたはその沈黙の時間こそが根を張りエネルギーを蓄えるために必要な能動的な準備期間であることを知っています。心理学には遅延報酬という概念があります。有名なマシュマロ実験をご存知の方も多いでしょう。目の前のマシュマロをすぐに食べるか、我慢して後で2つもらうか。将来のより大きな成果のために目の前の欲求をコントロールできる能力、これこそが社会的成功や高い知性と最も強く相関すると言われている能力です。植物を育てる人はこの遅延報酬の達人です。今日肥料をやって明日実がなるわけではない。それでも半年後の春の景色を脳内で鮮明にイメージし、今の地道な世話を続けることができる。これは非常に高度な想像力と長期的展望、ロングタームパースペクティブがなければ不可能なことです。多くの人が今すぐ結果が出ないと投げ出してしまうプロジェクトや人間関係において、植物好きのあなたが粘り強く向き合えるのは決して気が長いからではありません。あなたは成長には絶対的な時間が必要であり、ショートカットは存在しないという宇宙の真理を肌感覚で理解しているからです。冬の落葉樹を見て死んでいると思う人と春の準備をしていると思う人、この視点の差は人生の苦境に立たされた時のメンタリティに直結します。植物好きのあなたは人生の停滞期を無駄な時間とは捉えません。今は根を張る時期だ、休眠期が必要なんだと焦らずに自分を肯定できる強さを持っています。これは変化の激しい現代において最強の精神的防具となるのです。第3章、失敗をデータに変える科学者のマインド。植物を育てていれば誰もが一度は直面する辛い経験があります。それは大切にしていた植物を枯らしてしまうことです。多くの人は植物を枯らすと強い罪悪感を抱きます。自分には才能がない、かわいそうなことをしたと落ち込み、そのまま園芸をやめてしまう人も少なくありません。しかし真の植物好きであるあなたはそこで終わりにはしません。もちろん枯れたことへの悲しみはあります。ですがあなたの脳内では悲しみと同時にある冷静な分析プロセスが起動しているはずです。なぜ枯れたのか、水のやりすぎで根が窒息したのか、いや先週の追肥の濃度が濃すぎたのかもしれない。あるいは買ってきた時点ですでに根に病気があったのか。あなたは失敗を単なるネガティブな出来事として感情的に処理するのではなく、次の成功のための貴重な実験データとして蓄積します。これはスタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックが提唱したグロースマインドセット、しなやかな心そのものです。固定的なマインドセットを持つ人は失敗を能力の欠如と捉えます。枯らした、私には向いていないという思考です。一方、植物と向き合う中で培われるグロースマインドセットは失敗を学習のプロセスと捉えます。枯らした、この方法ではうまくいかないことが分かったという発見なのです。この思考法はエジソンが電球を発明した際のエピソードと同じです。私は失敗したことがない、うまくいかない1万通りの方法を発見しただけだ。植物を育てる人は無意識のうちにエジソンと同じ領域に達しています。枯れた鉢の土をひっくり返し、根の状態を確認し、匂いを嗅ぐ。その瞬間、あなたは感傷的な飼い主から冷徹な科学者へと変貌します。この失敗を感情から切り離し、情報として処理する能力はビジネスにおける PDCA サイクルや人生の困難な局面での立ち直りの速さレジリエンスに直結します。植物好きの人が打たれ強いと言われるのは、彼らにとって失敗とは終わりではなく、次の仮説へのスタートラインに過ぎないからなのです。第4章、コントロールのパラドックスと幸福の技術。4つ目の特徴は少し哲学的な話になります。それは変えられることと変えられないことを見極める知恵です。植物を育てることはある意味で支配欲の充足でもあります。水を与えるタイミング、枝を切る場所、植える鉢の大きさ、これらは全てあなたの意思決定によってコントロールされます。自分の手で環境を整え、生命を管理する感覚、これは混沌とした現代社会で生きる私たちにとって確かな効力感を与えてくれます。しかし同時にあなたは知っています。
植物には絶対に思い通りにならない領域があること。どんなに願っても冬にひまわりを咲かせることはできません。どんなに完璧に世話をしても突然の病気や天候不順でダメになることもあります。植物はあなたの所有物である以前に独自の生存ルールを持った他者なのです。古代ローマのストア派哲学者エピクテトスはこう言いました。幸福への道はただ一つ。それは我々の意志の力及ばない物事について悩むのをやめることだ。植物を育てる人はこのストア哲学の実践者です。あなたは自分のコントロール下にある世話には全力を尽くしますが、その結果としての植物の生死や成長速度というコントロールできない領域についてはある種の幸福、サレンダーを受け入れています。やることはやった。あとは植物の生命力に任せよう。この潔い諦め、あるいは信頼。心理学ではこれを課題の分離と呼びます。他人の感情や起きるかわからない未来の災害など、自分の力ではどうしようもないことに悩み続ける人と、自分ができる準備だけに集中し、あとは天命を待てる人、どちらが精神的に健康でパフォーマンスが高いかは明白です。植物好きのあなたは自然という絶対的な他者と対峙することで自分の無力さを知ると同時に自分が影響を及ぼせる範囲の尊さを学びます。人事を尽くして天命を待つこの古来の英知を毎日の水やりを通じて体得しているのです。第5章孤独の再定義とバイオフィリアの覚醒。最後の特徴はあなたの孤独に関する感覚です。植物を育てるのが好きな人はよく一人が好きだと言われます。パーティーで騒ぐよりも静かな部屋で葉の埃を拭いている時間を好む。周囲からは孤独で寂しい人に見えるかもしれません。しかしそれは大きな間違いです。あなたは孤独を感じているのではなくここを楽しんでいるのです。進化生物学者エドワード・オー・ウィルソンはバイオフィリア仮説を提唱しました。これは人間には本能的に自然や他の生命体とのつながりを求める性質があるという説です。私たちは数百万年もの間森の中で進化してきました。コンクリートの壁に囲まれた現代の生活こそが異常であり、私たちの脳は常に緑を探しているのです。植物を愛するあなたはこのバイオフィリアの本能が人一倍鋭敏な人です。あなたは植物を単なるインテリアとして見ていません。朝新芽が開いているのを見つけた時、あなたは無意識に植物におはようと語りかけているかもしれません。あるいは水をあげた後の土の匂いに深い安らぎを感じているかもしれません。この時あなたの脳内ではオキシトシンというホルモンが分泌されています。これは愛情ホルモンや絆ホルモンと呼ばれ、通常は人とのスキンシップやペットとの触れ合いで分泌されるものです。驚くべきことにあなたは言葉を話さない植物との間に疑似的ながらも確かな情緒的な絆を形成し、オキシトシンを自家発電できる能力を持っているのです。つまり植物好きの人は他者に依存せずとも自らの精神を安定させ幸福感を作り出すことができる自己完結型のメンタルシステムを持っています。これは孤独死や孤立が社会問題となる現代において最強の生存スキルと言えるのではないでしょうか。あなたは一人であっても決して一人ではない。部屋の隅にあるガジュマルの木が、窓辺のポトスがあなたの沈黙の理解者としてそこに息づいていることを知っているからです。その感覚がある限りあなたの心は常に穏やかなシェルターの中に守られているのです。最終章、あなたの手は緑の指になりつつある。ここまで植物を育てる人の5つの特徴について分析してきました。高度な観察力、長い時間軸で物を見る力、失敗を糧にする科学者の視点、コントロールできないものを受け入れる哲学、そして孤独を愛する強さ。これらは全て現代社会が生み出した効率や即効性とは真逆の価値観です。だからこそ周囲の人々には理解されにくいのかもしれません。そんな面倒なことをして何になるのと聞かれるたび、あなたは言葉に詰まっていたかもしれません。ですが今なら自信を持って言えるはずです。私は人間としての OS オペレーティングシステムをアップデートしているんだと。英語圏には緑の親指という言葉があります。触れる植物を皆元気にしてしまう魔法のような園芸の才能を持つ人のことを指す言葉です。しかしここまで聞いてくださったあなたならわかるでしょう。緑の指は生まれつきの魔法ではありません。それは毎日泥にまみれ枯れてしまった枝に胸を痛め、それでも諦めずになぜと問い続け、植物という他者に寄り添おうとし続けたあなたの手そのものです。その指先には膨大なデータの蓄積と失敗から学んだ知恵と生命への深い敬意が刻み込まれています。
植物を育てることは自分自身を育てることです。土を耕すとき、あなたは自分の心の土壌を耕しています。余分な枝を剪定するとき、あなたは自分の思考のノイズを整理しています。そして花が咲くのを待つとき、あなたは自分自身の可能性を信じて待っているのです。もしあなたがこれからも植物を愛し続けるなら、あなたの人生は植物の根のように深く、幹のように太く、そして葉のように柔軟に広がっていくことでしょう。どうかその地味に見える素晴らしい才能をこれからも大切に守り抜いてください。世界はあなたのような待てる人、慈しむ人、今こそ必要としているのですから。エンディングいかがでしたでしょうか。植物と向き合う時間が実はこれほどまでに知的な活動だったとは意外だったかもしれません。もし今日のお話の中でこれ私のことだと感じる部分が一つでもあれば、ぜひコメント欄で教えてください。私はこんな失敗から学びましたとか、植物に話しかけて救われたことがありますといったエピソードは他の視聴者の方にとっても大きな励みになります。ここは植物を愛する知的で優しい人たちが集まる場所です。ぜひあなたの声を聞かせてください。そしてこの動画を見て自分の趣味に自信が持てた植物をもっと大切にしたくなったと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。これからも植物と人間の不思議な関係や心を豊かにする知恵について発信していきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日もあなたの植物たちが健やかに育ちますように。ご視聴ありがとうございました。